皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第8回目、その前半です。テーマは EU 生みの母青山光子です。前半は隣人愛が生み出す数奇な人生です。 EU ヨーロッパ連合の生みの親と言われるのがオーストリアのリヒャルト・クーデンホーフ・カレルギー伯爵です。彼のお母さんは青山光子という日本人です。彼女の強い影響を受けて息子カレルギー伯爵は EU の構想を思いついたといいます。それで彼女はEU の母とも言われているのです。日本人初の国際結婚をし、伯爵夫人としてヨーロッパに渡り、名門リヒャルト家に嫁いだのです。700年続く名家です。ウィーン社交界の花ともてはされ、またヨーロッパ統一運動の生みの親、リヒャルトの母として注目を浴びた光子の生き様をご紹介します。青山光子は明治7年1879年に東京の牛込で生まれました。格別な家柄というわけでなく、当時としてはごく普通の庶民の娘です。この女性がいかにして EU の母と呼ばれるまでになったのでしょうか。こんな逸話が残されています。光子が18歳のある冬の寒い日のことでした。道を行く彼女の目の前で一人の外国人青年が落馬したのです。彼女は驚いて、まあ大変、誰か来てくださいと助けを呼びました。彼女自身とっさに駆け寄り医者を呼びました。そして医者が来るまでとりあえずの応急手当てをしました。当時は外国人のそばに寄るだけでもかなりの勇気がいった時代です。しかし苦しんでいる人を放っておけないと彼を助けたのでした。彼女は良きサマリア人となったわけです。落馬したのはハインリヒ・クーデンホーフ・カレルギー伯爵という人でした。後に EU の構想を発表するリハルトの父です。ハインリヒは大国オーストリア・ハンガリー帝国の駐日代理公使として日本に赴任したばかりでした。彼はオランダ系のクーデンホーフ家とギリシャ系のカレルギー家の間に生まれた人です。実際彼にはヨーロッパのあらゆる民族の血が混じっていました。一方青山光子は生粋の日本人。青年公使は光子を見て一目で恋に落ちたと伝えられています。二人は間もなく結婚しました。国際結婚の第1号です。青山光子はクーデンホーフ光子となりました。二人の間に長男の光太郎、次男の英次郎が誕生して間もなく、夫の日本での赴任が終わり、ヨーロッパへの帰国が決まりました。この次男英次郎が後のリハルト・クーデンホーフ・カレルギー伯、つまり EU の構想を生み出した人です。彼は日本で生まれました。リハルトは彼の洗礼名です。日本を立つ際に光子は皇后陛下からプレゼントを受けています。光子にとってヨーロッパは地の果てでした。そこは全く違う民族が住み、日本語も通じません。そこへ行けば二度と両親に会えないかもしれません。しかし光子に迷いはありませんでした。彼女はこの道を行くと決心していたのです。そして明治29年1896年22歳の時、夫と共にヨーロッパに渡り、ボヘミアの古城に伯爵夫人として迎えられました。ヨーロッパ有数の名門貴族クーデンホーフ家に嫁いだのです。クーデンホーフ家といえばハプスブルク家の皇女エリザベートの家庭教師も出しています。
学問の誇り高き一族です。夫のハインリヒはなんと18カ国を自在に話します。また仏教にも深い造詣を持ち、僧侶とも日本語で話したといいます。子供たちも多くが学者となっています。そんな家に開国したばかりの東洋の小国から来た花嫁。どんな未開人が来るのかと先入観と偏見の目で見られました。ミスコの苦労も並大抵ではありませんでした。慰められたのは夫ハインリヒの細かに行き届いた愛情だったのです。彼女の東洋的な控えめさと美貌は瞬く間にウィーン社交界の花となりました。彼女が日本で舞踊と身のこなしを身につけていたことが大いに役に立ちました。しかし幸せな生活もある日、夫の心臓麻痺で急死。47歳の若さでした。31歳のミスコはたった一人になりました。夫の遺品から一枚の紙切れが見つかりました。それは夫の日々の祈りでした。私の義務、力の限り神を愛すること、密を幸せにすること、貧しい者を助けること。また深い悲しみの中である言葉がよみがえってきたのです。それはかつて皇后陛下から贈られた励ましの言葉でした。遠い異国の地に住めば楽しいことも辛いこともあるでしょう。しかしどんな時も大和灘子としての誇りを忘れないように。そうだ、私が負けるならそれは日本が負けたことになるとミスコは思いました。こうして彼女は再び生き抜いていく決心を固めたのです。ミスコは夫の遺言に従い空田法府家の全財産を相続し、空田法府家の家長となりました。そのために法律を学び、相続の問題にも勝利しました。莫大な遺産を相続しました。ミスコは一人で7人の子供を育てなければなりませんでした。彼女は子供たちを立派なヨーロッパ人に育てるために厳格に教育しました。後年立派に育った子供たちは皆母に深い尊敬を寄せたのでした。ところで明治の時代、新渡戸稲造が英語で武士道を表し、それが世界的ベストセラーとなりました。また明治の女性杉本悦子が渡米し、後年英語で記した武士の娘はアメリカでベストセラーとなり、数カ国語に翻訳されました。日本古来の精神的支柱である武士道は、武士だけでなく武士の娘もまた町民に至るまで深く浸透していました。それをミスコの生涯を通しても学ぶことができます。彼女は全力を挙げて夫の国に溶け込み、融和し同化することを念じましたが、結局は愛国心の強い女性だったと子供たちは言っています。だから終生オーストリア・ハンガリーは彼女には異国でした。日本の天皇に対する自分の崇拝の心をそのまま移して、子供たちはオーストリア皇帝に忠誠を尽くすようにと教育しました。自分が日本に対すると同じような愛国心を子供たちに受け継がせたかったのです。私が死んだ時は日本の国旗で包んでもらいたいと残しています。それほど東洋の小国日本はその精神において誇り高き民族でした。そんな中、町民の家系の美津子の中にも日本人としての誇りが目覚めた時、彼女を奮い立たしたのでした。ヨーロッパに渡りたった一人になった時、
7人の子供たちを養いました。第一次世界大戦で敵国の汚名をも跳ね返し、日本を背負い花開いたのです。なんていう頼もしい生き方でしょうか。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは、日本人としての誇りでした。日本人の根本にある武士道は、世界に誇るべき文化なのです。今日これが失われつつあります。それが日本人が世界から尊敬を失いつつある最大の原因ではないでしょうか。お知らせです。字幕を見れるようにしています。必要ならご利用いただいたらと思います。次回第9回目、11月7日土曜日です。テーマは EU 生みの親、青山英二郎。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴誠にありがとうございました。